はい。はい。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノノ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバン。はービバノノ。はーい。富士山で富士山藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にじゃなくて、スマホを握りしめ、何言うんだか忘れちゃったよってかさ、マチャがいないなと思ってさ、マチャがこの時間にいないっていうことは怪しいなと思ってさ、何言えばいいのかわかんなくなっちゃったんだよね。猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭に、スマホを握りしめ合ってたな。パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。マッチャどこ行っちゃったんだろうな。この中にいないもんな。で、私の左側にいるのが、三毛猫のたまちゃん。奥にいるのが白黒のくーたくん。画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃん、茶トラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って思わなくなっちゃったぞ。どんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしておりますよ。はい。ゆりたんなくなっちゃったね。今日はまーちゃんいなかったから食べれたかな？そうでもないのかな？足りない感じかな？で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピカピカ光っていて、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。今ここでね、たまちゃんが食ったみたいにさ、毛づくろいしてたんだけどさ、みやこがこう手を噛むんだよね。もうその姿が可愛くて可愛くてしょうがないんだけどさ、それをやってたわけよ、今ね。それが気になっちゃってね。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティースグータンジャスティース。はい。本日も塩がたっぷり入ったさゆ。
あ塩たっぷり入ったけど、お湯もたっぷり入れたから、まあ、ちょうどいいわ。スープみたいな感じ。ね、で、にゃんこはさ、ほら、寒がりだっていうから、ね、テントの方のがね、いいっていう話でさ、まあ、これあるからさ、ここに入ってくれないかなと思ってさ、もふもふのベッドも洗ってさ、ね、干してさ、入れてやってるっつうのにさ、これ使わないんだよね。なんか知らんけど、ここに詰まってる時もあれば、大概使ってくれないんで、使ってくれない感じ。置いてあるけど、みたいなね。状態。だから本当に寒がりなんですかっていう感じ。まあ、こたつがあるからな。ここがやっぱりいいのかね、にゃんこはね。カニタさん、ジャスティス、ピオンさん、ジャスティス、ありがとうございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。そして、後ろだな。まあ、ちょっと見えてるからいいけどな。そう、ばあちゃん今日はね、昼前にさ、突然吐いたんだよね、珍しくね。抹茶が吐くって珍しいなと思ってさ。で、しかもにゃんこってね、だいたい2回に分けて吐くことが多いんだけどさ、ずっと吐きまくってたわけよね。だから、あれおかしいな、みたいな感じで。でね、このチュールタイムカリカリ、カリカリじゃない、鰹節タイムのさ、ね、一番楽しみにしてる抹茶がいなかったから、相当、ちょっとおかしいんじゃないかと今気になりつつみたいなね、感じ。で、今日はね、そう、さっきさ、いきなりの G 報告でございますが、今日さっきさ、だいぶ大きくなった G の子供な、もうすぐ大人になりそうな感じの G の子供な、ここをさ、チュロチュロって歩ってたわけよ。へえとかって思ってさ、マジかと思ってね。まあ、なんとか頑張って退治しましたけれども。ええと思ってさ、だってもう冬だしさ、ね、しばらく出てなかったしさ、何回も薬撒いたよと思ってさ、まだいるの？どこにいるの？一体どこでね、成長してるのっていうのがすげえ謎で、いちいち腹立つのな、みたいな、突然の自報告でございました。で、今日は土曜日か。今日なんか、そういえば、なんだかんだ、いろいろと買い物をしちゃったな。買い物日和だったな、今日もな。多分、おそらく。何したんだっけ、今日。そうそう、ポイ活のアプリな、ミッションがさ、なんか減っちゃって、前は週に3回ぐらいあったんだよね。お題が出て、それを買ってきたレシートをね、アップすれば、ポイントくれるよってやつ。それがさ、なんか最近出ないなと思ってたんだよね。最近出ないなと思ってて。で、土曜日だけなんか出る気がすると思って、あ、そっか、今日土曜日かと思って、今日お題出るかなんて思って見たらさ、出てたんだよね。で、豆腐だったから、豆腐は取り組みやすいからな、あっという間になくなっちゃうから、早めにね、買いに行った方がいいなと思って、朝っぱらからスーパーに行って、で、豆腐買ってきたんだけどね。で、それがなんか土曜日だけのような気がするけどな、なんて風に思ってみたらね、やっぱりね、土曜日だけに変更になりましたって風になってて、なんだ、週に1回しかポイント貯められないんじゃさ、これね、なんだ、換金っていうのかな、できるようになるまでにさ、何年かかるよと思って。これどうしようかなってね、今考え中だけれども、とりあえず今日は豆腐だったので、朝っぱらからまずは豆腐をね、買いに行くみたいな、感じでスタートいたしました。よしーさん、ジャスティス、まだ出没してるのですね。そうなんだよね。もう出ないかと思ったわけよ。だってね、涼しくなってきたし、寒いし、でね、何回も強力な薬撒いてるしさ。で、
ほぼ、結構しょっちゅう掃除してるからさ、ね、そんなにどこで成長してるのっていうのが、まあ、わかんないわけよね。まだここに出るんだと思ってさ、どっかできっとね、なんか巣作ってっていうのかな、なんか安住の地があるんだろうからさ、腹立つわと思って。ちょっと、っていう感じだったんだよね。もう全然にゃんこそんなのお構いなしだもんね。全く G には興味なくてさ、もうなんだ、頼りにならない。全くもってみたいなね、感じでね、しょうがないからもう G と戦うのは私しかいないんだわ、結局みたいなね、感じになっておりますよ。まあ私がね、ながら食いしてるから、まあながら食いしてるから、いてもしょうがない。しょうがないんじゃねえかって感じだけどさ。まあしょうがないかとも思ったりするんだけどさ。で、今日はまあ豆腐を買ってきて、あとなんか買った気がするな、豆腐と何買ったんだったっけな。なんか野菜と思って、あ、そっか、白菜ね。今日は白菜が30%引きのシール貼られてたんで、豆腐と白菜買ってきたんだよね。で、今日はね、白菜のスープにしようと思ったんだけど、まあ、その勢いでね、今日はドラッグストアのさ、クーポンでね、15%引き、どの商品でも15%引きっていうのが出てて、そこさ、前はそれでね、ティッシュを買ってたんだけどさ、ティッシュが対象外になっちゃったわけよね。で、それ以外で買いたいものがないっていうか、それかカセットガスを前は買ってたんだけど、カセットガスがだいぶ値上がりしちゃったんでさ、なんかあんまりお得感がないんで、そうするとさ、買いたいものがなくてね、最近はなんか行かなかったりとかしてたんだけど、今日はなんか買うかと思って、にゃんこのご飯でもちょっとね、買っといた方がいいかな、みたいな感じで。じゃあ今日はにゃんこのご飯を勇気を持って買うかと思って、そのドラッグストアにね、行ったんだよね。行って、で、いざやっぱりね、買おうかなと思うと、やっぱり高いしさ、欲しいのないしさ、っていうので、ってなっててね、やっぱどうしよっかな、みたいな感じになって、で、その裏の方ね、その裏の方にキッチン用品があって、で、そこにカセットガスがね、置かれてんだけどさ、今日ね、値段見たらなんか、奉仕品とかっていう風になってて、カセットガスがさ、なんかまた元の値段に戻ってたんだよね。で、お、やったと思って。これだったらクーポンも使えるし、値段も下がってるし、私が今一番欲しいものだし、やったと思ってさ、やったと思いながら今日はドラッグストアでね、私でもカセットガスをね、ゲットすることができて、で、まあ、隣のスーパー行ってね、また見切り品あるかしらと思ってね、覗いたんだけど、今日はまあ、まだマシだったけど、野菜はほぼなかったのかな。もう、この前行った時ね、まあひどいんだよ。まあひどいんだよね。なんかね、ナスがさ、見切り品でね、3本ぐらい入ってんのかなが150円だったんだよね。で、まあ確かになんか長いナスかなっていう感じだったから、150円でもまあみたいな、ただ見切り品なんだよねと思ってさ、見切り品で150円ってなんかあんまりお得感がない上にさ、カビてんだよ。カビちゃってんの。もうカビちゃってんのにさ、150円もするんですかみたいなね、感じなんだよね。で、今日もね、そん時よりはカビは、ひどくないっていうのかな。ヘタの先っちょだけカビてたけど、あとは本体はしなしなにはなってたけどみたいな。あと、やたら長いナスね。やったら長いナスが、しなしなのやったら長いナスが1本150円だったんだよね。いや、なんかちょっと、面白いけどなんか100円だったらまだ買ってみようかなとも思うけど、150円でこれは、とかって思ってね、ちょっと見切り品の野菜はいいやと思ってスルーしたんだけど、まあせっかく来たからちょっとお店の中ね、うろついてみるかと思ってさ、うろついたらね、今日はね、白滝がね、
88円だったっけな？だったんだよ。多分1キロぐらい、まあ、水も入れてだけどね、パック、1キロぐらいあるんじゃないかっていう大きいパックがね、白滝88円だったけどね。これはいいぞ。白菜のスープに入れたらボリュームが増して、こりゃええぞと思ってね、やったと思って今日はその白滝を買ってな。ただ白滝もさ、88円だけどさ、消費税つくとさ、95円になっちゃうわけよね。88円のものにもさ、消費税ね、なんか10円ぐらいつくのかって思うとさ、なんかさ、また毎度のことだけど毎度のことだけどな、消費税たっけよなってね、思ったわけでございますよ。まどかさん、みなこんぼんそは本日も、お付き合いよろしくお願いいたします。でね、その勢いで、まあね、買い物に行ったんだったっけな。で、結構まあ今日はね、まあ予報でも涼しそうな感じではあったけど、なんかね、意外とそんなでもないかなっていう感じだったんで、私はね、体感的には。だからまあこの格好で平気だったんだけど。結構みんなね、ダウン着てたんだよね。だから、あれ、そんな寒いかっていう感じだったんで、確かに今日はちょっと寒いなとは思ったけど、なんかみんなダウン着込んでたんでね、そこまで寒いかなみたいなね、感じだったんだよ。ほら、昨日あったかかったからさ、なんだ、放射冷却っつうの、それでね、なんかまださ、熱は蓄えてっからさ、なんか気温は低くても体感的にはまだそんなにっていう感じかなと思ったんだけど、結構みんな着込んでたんだよね。明日ね、気温がまたさらにさ、もっと下がるみたいだから、そう考えると明日は寒そうな感じで、天気も悪いみたいでさ、で、今日はさ、天気予報晴れるっていう予報だったけど、なんかそんな晴れてなかったよねっていう感じ。だからさ、洗濯物が全然乾いてなくて、まだ今さ、外に出しっぱなしなんだけどさ、まだ外に出してね、干してんだけどっていう感じなんだけど、全然これね、今夜中に乾く気しないぐらいね、びっちょびちょなんだよね。そういえばさ、なんだ、満月近いのかな、なんか月が結構ね、なんかまん丸っぽい感じっていうのかな、なんか輪郭がはっきりしてさ、なんか、ああ、冬の空だなっていう感じがしたんだけど、なんだろう、満月近いのかなっていう感じでね、月がちっちゃいけれども、しっかりとした輪郭で、なんかまん丸っぽい感じだったなっていうね、感じでございましたな。で、どうしたんだったっけ？にゃんこのご飯ね、そう、カリカリはどうしても買わないと明日の分がないからねと思って、カリカリは買わないとダメなんだよって思ってさ、で、うちの目の前のね、ドラッグストアの方に行ったわけよ。で、まあそこで30%引きのがあったら嬉しいけどと思いつつ、やっぱりなかったんだよね。じゃあないなと思って、しょうがない。普通に買うしかないと思ってね。普通に、買って、普通に買って、で、どうしたんだったっけな。買ったじゃんか。で、あとは家帰ってきてから、あれか、なんかね、お酢だ。そう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 。その白菜と、白滝でね、スープ作ったわけよね。で、なんかね、ほぼ鍋みたいな感じだからさ、なんだ、水炊きっていうの？そんな感じなんでね。だから、ポン酢ないんでさ、うち。ポン酢ないから、まあ、酢醤油かけてみよっか、みたいな感じでね。うまいかどうかわかんないけどと思いつつ、酢醤油をかけてみたわけよね。もうそしたら、もうそれで十分だったね。もうなんだ、ポン酢いらねえやと思ってさ。酢醤油で大丈夫じゃんと思ってね。こりゃ鍋だなと思って。めっちゃうまと思いながらさ、食べたわけよね、昼間ね。その白菜と、白滝のスープっていうのかな、煮込みっつうのかな、鍋いっぱいに作ってさ、で、うまかったんで、で、お酢がね、残り少なかったんだよね。で、まあ一応備蓄してる分でね、予備はあるんだけど、
まあ、お酢はほぼ毎日のようにね、使っちゃうんですぐ使っちゃうんでさ、まあ、これお酢買うかと思ってね、まあ、近所のスーパーではさ、オーガニックのお酢は購入できないので、ネットでね。で、いつもラディッシュ坊やでさ、まあ、購入するんだけど、送料がかかるからさ、そうするとまとめてなんかね、買わないとっていう感じになるんだけど、次の週がね、送料無料の週なんだよね。だから、お酢だけ買おう。お酢だけ買おうと思ってね、お酢を注文入れて、で、どうしたんだったっけな。お酢買ったからいいやと思って、なんかね、買い物の、なんだ、勢いがついちゃったわけよね。勢いついちゃったんで、今日は土曜日なんで、ヤフオクの、ただまあ、土曜日今関係ないみたいだけどね、今なんかキャンペーン期間中なのか何なのか知んないけどさ、1000円以上の、お買い物っていうの、落札っていうの、入札で200円のなんかクーポンっていうのかな、もらえるみたいのやってて、で、前はね、土日にやってた気がするんで、土曜日になるとね、なんか欲しいものあったら買おうかなみたいなさ、感じになってたんだけど、そうだ、なんか欲しいものあるかなと思って、で、それでね、綿があったんだよね。で、綿な、どうしようかなと思って、もうこれ以上フニータ作ってもしょうがないしねって思いつつ、ただまあね、新しいの作るときにもう綿がないので、結局買わなきゃいけないし、だからまあ、なきゃないで困るし、どうしようかなって思って、で、まあ、それで結局綿買ってな。で、なんかヤフオクとペイペイフリマ、じゃあ、ヤフーフリマになったんだっけ？名前が変わったんだよね。なんかその名前変わった記念で、なんか両方でお買い物すると、なんか抽選かなんかでね、ポイントをくれるだかなんかのキャンペーンやってるみたいなんで、だからもういっそのことね、まあ当たらないとは思うけど、そっちでも買い物しとくか、みたいな感じでね。もう、ペイペイの残高使って、残高を使って。で、ペイペイフリマ、ヤフーフリマの方はさ、食料品ね、なんか、乾物っていうのかな、切り干し大根とかひじきとか、そういうのまとめて出してくれてる人がいたんだよ。で、クーポンが出てたんでさ、それで、割引で使えるんでさ、なんかお買い得にお買い物ができたので、よかったよっていう感じかな。なので、今日はなんだかんだとお買い物日和で、ございましたという、本日のご報告でございました。あとは、白菜と白滝のスープ作ったじゃんか。で、あとは柿な。農協行った。そうそう、農協も行ったんだよ。農協も行ったんだけどね、今日もね、あれよ、冬瓜しかなかったよ。冬瓜ね、150円と200円の冬瓜があったのかな。なんかね、冬瓜しかなかった。値段が違うだけみたいな感じでね、冬瓜しかなかったよっていう感じなので、帰ってきましたっていうね、感じでございました。で、柿ね、前に農協で買った柿が、あったんで、で、袋に入ったまま冷蔵庫に入れてたんだよね。で、今日は袋開けてさ、新しいの、皮剥こうと思ったんだけどさ、1個傷んでてさ、いや、なんだ傷んでんじゃん、傷ありじゃんと思ってさ、ダメじゃん、これ早く食べなきゃと思ってね。で、それを皮剥いて、そうで、昨日だったっけな。昨日の夜だったかな。ね、夜、そっか、カレーうどんだ。昨日のカレーうどん事件で、夜ね、スーパーに買い物に行ったんだけど、その時にさ、久々にね、オーガニックのバナナがさ、30%引きのシール貼られてたわけよ。で、久々だなと思ってね。
で、ガーデニングのさ、肥料、液肥にさ、バナナ液肥作ってあげてたんだけどさ、まあ、バナナしばらく買ってなかったんでさ、肥料あげてないような状態だったんだよね。で、なんか育ちが悪い気がするみたいので、どうしようかなと思ってさ、まあ、納豆をね、買ってたんで、で、ネバネバな感じがさ、そのバナナと同じ感じがしたんでね、なんか納豆汁でもいいんじゃねっていう風に思ってさ、納豆を水ですゆすいでっていうのかな。そのゆすいだ水をさ、あげてたんだけど、まあ、変わんないっていうのかな。特に何も変化なさそうみたいな感じでね。納豆はどうやらなんか肥料にはならなそうみたいな感じでいたんで。そしたらね、バナナが30%引きで売られてたからさ、おこれは買うしかないと思って、買ったはいいんだけどな。買ったはいいんだけど、だから夏だったわけよね。で、夏はさ、冷凍バナナにしてさ、で、皮はその液肥用にさ、使っちゃえばよかったんだけどさ、もう、なんだ、シェイク、冷凍バナナ、冷たいバナナ食べるっていうさ、感じではなくなってきてるからさ、どうしようかなと思ってね。で、今日はバナナを使った、米粉のマフィン結局納豆マフィンは、もうなんだ、ブームが去って、自分の中ではな、ブーム去ったんで、普通にバナナと、あときな粉残ってかな。バナナときな粉と米粉の、マフィンを朝から焼いて、コーヒーのお供に食べて、で、さっきね、久々にね、ホームベーカリー出してきてな。で、備蓄してあった強力粉も使うぞと思ってね。で、賞味期限いつまでだったんだろうと思ったらね、7月で切れてたね。7月で切れてたってことは、何ヶ月もこれね、使ってないのかしらっていうぐらい、久々にホームベーカリー出してきて、さっきバナナのね、食パンを焼きましたので、明日はバナナの食パンを食べますよ、みたいな、感じでございます。あとは、そんなとこかな。あとはね、もうそうやっていろいろなんかしながら、いろいろしながら動画の編集してましたよっていうね。一日でございましたよ。くだな、後ろなのな。なんでそこなのかな、くだはな。気に入っちゃったのな。なんかあったかいのかね。ぐーちゃんもよくそこにいるしね。みんなよくそこにいんだよな。だからさ、この椅子の上にはさ、誰かしら乗っちゃうし、で、後ろにも誰かしらいるし、で、なんだ、こっちの両脇、どっちかにもさ、誰かいるとさ、どこにもこの椅子動かせなくて、だから、私の居場所がなくてさ、困るんですけどっていう状態なんだよな。たぬこうさぎさん、こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。では、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。カニタンさん、こんばんは。バナナ、バナナ、バナナ食パン気になる。美味しそう。そう、美味しいんだよ。バナナと、で、自分の中ではくるみもね、本当は入れたい。バナナとくるみの食パンが、最高にうまいんだけど、今ちょっとくるみないんでね、しょうがないから、バナナだけ。バナナだけでもね、うまいんだよね。しっとりするわけ、しっとりね。で、そう、しっとりなんで、水分量がね、なんか久々に作るし、どんくらいにしたらいいかなっていうのでさ、
わかんなくてっていうのかな。適当にやったんだけど、最初はね、なんか機械が回ってなさそうな感じだったんで、ちょっと水分控えすぎたかなと思ってさ、ちょっと足したんだよね。で、ちょっと足したら今度はなんか多すぎたっぽくって、なんだよ、騙されたなと思ってさ、足さなきゃよかった。足さなきゃよかったよと思って。で、米粉がちょっと残ってっからね。ただ全部使っちゃうとちょっと多そうな気がするし、なんか中途半端に残すのも嫌だけど、でも失敗するのはもっと嫌だなと思ったんでね、ちょっとずつちょっとずつ米粉を足してみて、こんくらいかなっていうので、本当に微妙に、米粉がさ、残っちゃって、っていう感じなんだけど。それのおかげで上手に焼けてよかったよっていうね、感じでございます。よしさん、ストップありがとうございます。では、ヨッシーさんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。なんかカップがいっぱいだぜ。いっぱいあるぜ。やったね。11なんかないか。9か。9かな、カップのな。ひっくり返っちゃってんな。中身全部出ちゃってんだ、これな。あれか、ドリフか。ドリフかな、上からたらいが落っこってくるみたいな。そんな感じ、水がかかっちゃうみたいな。カップの10の逆位置、10じゃない9か。どんなメッセージでございますかね。カップ、9、逆位置。実はカップの9の逆位置については、おすすめのキーワードとして、物質面での要求では満たすことができない精神的な満足を大切にしようとか、成果を独り占めするあまり、おごり高ぶることのないようにしようという助言のようなフレーズをご紹介することができます。はい、ありがとうございます。これか仕事、なんだ、途中だけ切り抜いて出てくるんだな、結果にな。じゃあ、これにしようかな。カップの9意味と解釈、柄の意味。商人と思われる姿をした男性が笑みを浮かべながら、自分の背後に並ぶカップを誇っています。整然と並べられた聖杯は、彼が手にした成功や財産を表し、物質だけでなく彼の心までもが満たされていることを示しているのです。逆位置、非現実的な夢、贅沢な不満。はい。カップの9は願いが叶うカードと言われ、そうなんだ。物質面と精神面の両方が満たされることを意味します。いいカードだな。そのため、正位置では願望達成、成就。逆位置では贅沢が同行して欲深くなる方、そうなんだね。逆位置の意味、非現実的な夢、贅沢な不満、満たされない欲望、高慢な態度、保身に走る。逆位置での、カップの9は、成功を手に入れ、贅沢な暮らしをしても、欲望が満たされない。そんな心の状態を意味するカード。逆位置であっても成功を手に入れることには変わりありません。やりました。しかしながら心が満たされず空回りしていく様子を表します。そのためこのカードが逆位置で出ると成功をおごって天狗になり周りから人が離れていったりより多くの富を得ようと躍起になると解釈できます。その欲望に終わりはなく多くの財産を得るほどに
保身に走ったり、疑心暗鬼に陥るなど、負のスパイラルにはまってしまうと言えるでしょう。そんな人の心の落とし穴を如実に物語っているのが、このカップの9の逆位置。仕事での解釈、恋愛、まとめ、経済的にも精神的にも達成感を味わう成功のカード。願いが叶うカードとも言える。逆になると、心は砂漠のように渇きを感じて、いつまで経っても満たされないという心理的な問題が出てきます。時には保身や疑心暗鬼に迫られるなど、自分を守る行動に出てしまうのです。もしかしたらそれは身の丈以上の幸運を受け取ったことによる不安なのかもしれません。身の丈以上の幸運受け取ってみたいもんだぜ。てなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、ね、逆位置だけど、成功を手に入れるカードだってよ。よかったねっていうことですかね。楽しんでいただけてたら幸いでございます。はい、今日はお話が何もないですね。今日は誰も寝てるのかなみんな寝ちゃったかなっていう感じだな。話のネタがないときはどうすればよかったんだっけシリに質問してみればいいのかシリに何質問すればいいのかなへい、シリ。はい。雑談の話題を提供して。喋ってくんないのな。はい。こちらが見つかりました。会話のネタ一覧を大公開。話す話題がないときに使える盛り上がる話。はい、いいぞ。人と話すのが苦手な人っていますよね。はい、私のことです。そこで今回は話題が続かない人に向けて、はい、よろしくお願いします。初対面、デート、LINE などのシチュエーション別に使える会話のネタをお届けします。ありがとうございます。盛り上がる雑談ネタ一覧、面白い話のテーマとは、TikTok の話やってないかわかんねえな。好きな食べ物の話、地元や出身地の話、かわいい動物の動画、天気の話、好きな趣味の話、テレビやドラマの話、見てないからわかんねえな。共通の友達は無理だな。でもあれか、YouTuber とかの話をすればいいのか。仕事についての話、過去や現在の彼氏、彼女の話、最近面白かった話、お互いの第一印象の話、学生時代や幼少期の話、もしも何々だったら、なんかドリフみたいになってきたな、の話、何々と何々どっち派心理テストや占いの話、最近のニュースってそういえばさ、なんか沖縄になんか飛んできたの知らねえのな。ミサイルかなんかが飛んできたのわかんないんだけどさ、テレビ見てなくて、で、ほら、バスツアーに行ってたじゃんか。で、後ろの席に座ってる人がさ、なんか沖縄から来たとかっていう話をしてたって言ってたじゃんか。で、なんかね、沖縄から来たんだけども、その周りの人には誰にもね、言わずに東京に来たんで、今誰もね、私がね、東京に来てるって知らないんだなんて風に言ってて、でもって言って、でもって言うからなんだろうなと思ったら、なんかミサイルかなんかが飛んできたみたいでっていう風に言ったら、そうそうそうって言って隣の人がね、なんかテレビも全部緊急放送になんか切り替わって、なんかね、それやってて、
なんか J アラートが鳴って、なんかね、すごかったのよみたいな話で、なんかそれでなんかね、バレたみたいななんかね、話についていけなかったのかな、わかんないけど、それでバレたみたいな話してて、ああ、なるほどね、そうかと思って、なんか自分が現実を作るってそういうことねってさ、なんかほんと思ったんだけどさ、だからその人にしても私にしてもさ、そういうことになんだ、目を向けてないわけよ。目を向けてない人ってさ、実際起こってるけど、自分の世界にはその出来事ってさ、起きてないわけよね。だから、自分で自分のね、世界を作ってるなってその話を聞きながらさ、思ったんだよね。あ、そんなことあったんだっていうのね、全然知らないで生きてる人間が、ここにおりますっていう感じな。最近のニュースの話。過去のやらかした失敗談。まあ、これ別に面白くないかな。好きなユーチューバーの話。話すと盛り下がる NG な話題。7個。周りの人の悪口。品のない下ネタ。宗教や政治の話、そう、品のない下ネタって言えばさ、なんか、そんなのあるんだって思ったのが、なんだっけ、ヤフーニュースかなんかのところに出てたネタかな。で、なんか、せで始まって、すで終わる言葉ってなんだとかっていう質問がなんかあるらしいんだよね。で、それに、なんかね、それの答えが、なんか素晴らしいっていうね、模範解答があって、へえ、なんだろうなと思ったんだよね。そしたら、精神的ストレスって。精神的ストレスって答えたらしくて、ああ、なるほどねと思ってね、もう今度からそうだね、その質問されたら、使おうと思ってね、インプットしました。せで始まって、すで終わるね、言葉は精神的ストレスが、模範解答だそうですよ。宗教や政治の話、熱狂的に応援しているスポーツチームの話、家族関係やプライベートに踏み込んだ話、生々しいお金の話。生々しいお金の話はね、今日のお買い物のお買い物の話かな。自分だけもしくは数人しか盛り上がれない話題。これはいつもね、話してるもんな。盛り上がってないけど。盛り上がってないけどな。話すきっかけとなる11個のコミュニケーション術。相手が話したくなる会話ネタを事前に分析する。目に見える情報から、会話を広げる。周りの人を巻き込んで会話を盛り上げる。恥ずかしいなら相手の片目を見て話す。キーワードから 5W1H を連想して質問につなげる。質問にあなたはどうと質問返しをする。相手が話したいことを、言い換えをして同調する。相手の話を要約して相槌を打つ。ネタ帳などいつでも話せるようにまとめておく。話の内容に合わせて表情を豊かにして聞く。聞き取りやすい声になっているか意識して話す。はい。ありがとうございます。えーっと、カニタンさん、髪の毛乾かしてきたら違うコーナーが始まってたね。誰も話してくんないんだもん。いなかったんだね、やっぱりね。誰もいないんだろうな。一人でおしゃべりしてんだろうな、私これと思ったんだよね。ピヨンさん、セントクリスマス。話をしても、いつも途中で話すネタに詰まってしまう。盛り上がる会話をしたいけど、何を話したらいいのかわからない。
こんな風に会話のネタがないと困っている人は多いのではないでしょうか。そこで今回は、これなら外さず盛り上がるといった会話のネタや、この話題は避けた方がいいという NG 集。はい、ありがとうございます。盛り上がる雑念ネタ一台面白い話のテーマ。TikTok、今の言ったやつ全部だな。TikTok の話。バズってる動画、人を引きつける動画。好きな食べ物の話。デートのチャンスとなる。地元や出身地の話。どんなところなの？どんな食べ物が美味しいの？ちくわぶ？東京の名物はちくわぶっていうことでいいですかね。ピヨさん、人の悪口って盛り上がるじゃないかな。誰にでも思い出や思い入れや、何かしら出身地や、地元にはあるので、話に詰まることなく話が弾む。かわいい動物の動画。このワンちゃんの動画最近ハマってるんだよね。この猫ちゃんかわいすぎない。はい。天気の話さっきしたな。好きな趣味の話。趣味は料理、さっきなんか作ったっていう話した。はい。テレビドラマはテレビ見てないから盛り上がれない。仕事してないから盛り上がれない。過去や現在の彼氏、彼女はいないから盛り上がれない。最近面白かった話はさっきした。あとは、お互いの第一印象って私しか顔見えてないもんね。はい。学生時代や幼少期の話。はい。もしも何々だったら、例え話をお題に出してみる。もしも〇〇だったら、なんて例え話が好きな人結構多い。もし100万円当選したら、畳を張り替える。このもしも話は仮の話なので、いくらでも話を膨らませることができる。お題も尽きない。ネタ帳の一つとして置くと便利。〇〇とバツバツどっち派？犬と猫ならどっち派？うどんとそばならはい。心理テストや占いの話。はい。ニュースの話。なんだろうな、なんかネタ提供してくれるわけじゃないんだな。じゃあちょっと他のところ行きましょうか。あれ？なんか違うのになっちゃったよ。あれ？戻れない。あれ？なくなっちゃったな。そっか、シリに聞いたからだ。はい。雑談での話題作りが苦手な方必見。はい。話が弾むネタとコツ。はい。よろしくお願いします。あまり知らない会社の先輩と二人きりになってしまった。取引先の人と仕事の話をする前に場を和ませたい。雑談上手だったらと思うシーンは意外と多いもの。雑談にはこれといったルールがなく自由度が高いため、逆にどう話したらいいのだろうと迷う人も多いのでは？はい。口下手な人にでもできる雑談のテクニックについて考えてみましょう。意外と難しい季節の、ネタ、見たままを口にする、共通項を探す。はい。なんか具体的な話題提供してくれるわけじゃないんだよね。じゃあ、あれだ。チャット GPT に聞くんだな。やっぱり Siri は使えねえな。ってことが分かりました。チャット GPT 久しぶりすぎてこれ使えんのかな。えっと、雑談のネタを提供して。
最近見た面白い映画や読んだ興味深い本、それとも最近訪れた素敵な場所について話しましょうか。話してください。お願いします。最近読んだ本で面白かったものや、その中で気に入ったキャラクターがいれば教えていただけますか？最近読んだ本で面白かったもの、読んでない。なんだろうな。あとは、キャラクター気に入ったキャラクター、ダメだ。チャット GPT に聞いたけど、やっぱり話題は提供してもらえなかった。というわけで、アファメーションタイムいきます。突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった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 。やっぱり4回言っちゃうな。どうしてもこれ4回言っちゃうんだな。3回じゃないな。カニタンさん、この前、カズレーザーという番組で、スパイスの専門家、カニタンさんに取材を申し込みますと言われ、全然お門違いだったので、こけそうになった。お門違いどういうことだ？カズレーザーという番組でスパイス専門家のカニタンさんに、全然お門違い、スパイス専門家じゃねえよっていう、ことだったのかな。それともスパイス専門家のカニタンさんっていう人が他にいて、人違いだったっていうことなのかな。なんか受けたかったのかな、受けたくなかったのかな、どっちだったのかな。受けたかったんだったらね、そのまま受けとけばよかったんだろうけどな。受けたくなかったよみたいな、そういう感じなのかな。なんかカズレーザーとじゃあ、ご縁がある感じなのかな。カニタンさん、スパイスは知らんから、そうなんだ。じゃあ、スパイス専門家じゃねえよっていうことなんだな。ちげえよっていうことなんだな。なんだろうな、それを受けたかったとしたらどうやって変換すればよかったんだろうな。カニタンさん受けたくない。受けたくないんだ。じゃあね、いいんじゃないの。俺はスパイス専門家じゃねえよでね、貫きゃいいってことだろうな。なるほどな。ね、理由ならいろいろと、考えられるぜ。いろいろなんかね、なんか得意らしいよ。なんかね、いいんだか悪いんだか知らないけど。てなわけで、本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、
そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。明日は仕事なのでお休みしますので、次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。